こんばんは、不動産モフです。今日はですね、なんと、ウームとですね、吉本興業が資本提携したっていうすごいニュースが入ってきました。今日はですね、この内容について詳しく、速報をですね、解説していきたいと思います。まず僕自身、株式投資10年以上やってきていて、で、さらに、今登録者数20万人以上の、YouTuber でもあります。そういったですね、YouTuber 投資家から見て、この問題どういうふうにすごいことなんですけれども、メリットがあるのかとか、なんでですね、ヒカキンさんとカイサクさんがコラボしたかとか、解説していきたいと思います。で、早速なんですけれども、今日の内容は、もともとですね、YouTuber 事務所だったんですけれども、かなりピンチに立たされてます。そういった状況の中で、今回ですね、吉本興業と資本提携するにあたって、メリットね、どういうメリットがあるのか、また、決算はね、どういう感じだったのか2週間ぐらいもあったんですけども、それについて、わかりやすく解説していきたいと思います。で、まずね、知らない方もいらっしゃると思うんで、解説しておくと、YouTuber 事務所ですね。もう超大物 YouTuber、ヒカキンさんとかですね、はじめ社長さんとかもう超大物 YouTuber むちゃくちゃ抱えていて、で、そこからですね、収益をもらうと、広告費のですね、YouTuber の広告費を一旦さんが受け取って、8割を、YouTuber に返す。2割を経費としてですね、その広告費として受け取って、それで、そのお金でですね、企業とのタイアップとか、マネジメントしたりとか、そうやってですね、収益を上げたりとか、あと企業のタイアップを、調整したりとかすることで、がですね、利益を出している。そういう感じになってます。他にも、グッズの販売とかイベントをやったりとかで、利益をですね、出すような構造になっていると。で、逆風が吹いてた一つの問題点としては、まずね、主力級がどんどん辞めていくっていうのがあって、どんどんやっぱタレントが辞めていくと、寿司ラーメンリクさんとか、バンユンさんとかですね、木下優香さん、またですね、関根梨沙さん、あとハイサイ探偵団さんとか、いろんなところはですね、辞めていくと。で、そういう風になっていくと、広告収入とか減ってくるんで、ちょっとにとってはすごいピンチでしたよと。で、さらに他にもですね、中堅の YouTuber がどんどん辞めていってしまうっていうのがあったので、収益が下がっていくんじゃないか、そういう危惧があったと。で、さらに、その他にもですね、イベントが今このコロナの関係で、いろいろ最大級ののイベントすごい開いてるんですけども、それ中止することによって会場費とかですね、赤字が出たりとか、その、グッズが売れなくなったりとかですね、いろいろあったりとか、あと広告がですね、出す企業が減ってくると。例えば旅行に行きましょうとか広告を打たなくなるんで、YouTube の広告費も下がっていってしまうっていう風になったりしますと。でさらに今芸能人がね、むちゃくちゃ入ってきてて、江頭さんとかすごい勢いですよね。あれはもうね、ほーって。エガちゃんがこんなに、ね、20年前とかからね、朝やんとかでね、水の中でこう潜ってずっと、やってる頃から見てるとね、こんなに人気出てすげえなと思って、びっくりするんですけどね。いや、江頭さん面白いんですごいですけれども、そういう風になってくるとやっぱ YouTuber いや負けちゃいますよね。面白さでやっぱエンタメ系とは勝てないですよね、芸能人に。っていうことで、広告の再生数も減ってきて、すごいピンチでしたよと。でそういった中、前回ですね、動画で紹介したんですけども、の鎌田社長が、この世の中の状況を吹っ飛ばせるものをちゃんと仕込んでると。ここまでしか言えないけど、5月頭ぐらいに発表できるっていう風にですね、4月2日に言ってて、またこれでね、株価上がったりとかしたんで、またなんか変なこと言いやがってとか言ってて、またどうせかますんだろうとか思ってたりとかしたんですけども、そうでなかったと、本当とんでもないものを仕込んでたって、びっくりしました。で、つぶえってね、ちょっと上がったんですけど、株価は、去年は5000円、6000円ぐらいあったんですけど、ブイーッと下がってきていて、1600円まで下がった後、2600円まで上がって、またですね、1800円とかまでつけてる感じです。で、今日の、この発表を受けて、夜間取引ですね、PTS 取引、SBI 証券とかともストップ高になってるんで、かなり明日もの株は多分上がるというふうに僕は予想してます。で、ちょっと過去の経緯知りたい方は、このがピンチっていうのをヒカキンさんの資産さんが減少とか、この辺見てもらえばですね、わかりますと。で、すごいニュースは何かっていうと、と吉本興業がですね、資本提携しましたっていうね、すごい報道が入ってきます。これね、びっくりですね。こっち側に行ったかって、これちょっと予想してた方もいらっしゃったかもしれないですけど、僕ちょっと思いつかなかったですね。で、基本的にこれがですね、の、プレスリリースで、資本提携しましたよって言って、で、今日ですね、18時からもう今ちょうどね、今18時15分ぐらいなのでちょうどやってるんですけれども、カジサックさんと、ヒカキンさんが、カジサックさんのチャンネルで今対談してるような状況ですね。どんな話されてるのかね、ちょっと後で見てみたいんで、この後、これぜひ詳細な貼っとくんでよかったら見てみてください。で、さらに、こっちが吉本興業からの、プレスリリースで、同じようにですね、タイアップしますと。で、何かっていうと、提携の概要としては、資本提携っていうんで、お互い、多分、が吉本興業にお金を出して、株をですね、お互いお金を出し合って株をお互い持ち合うっていう感じだと思います。
株をね、交換するっていうのか、ちょっと具体的にはわからないんですけども、なので、お互いがですね、どれぐらいの金額を持ってるのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、株をですね、お互い持つようにして、お互いこう高めて、株の価値を高めていきましょう。そういう提携ですね。なので、資本提携っていうのは、かなりですね、深い提携っていう意味で、表面上ではなくって、株をこうね、やり取りするっていうんで意外と深い提携になります。で、所属タレントの、YouTube で何のためにっていうか、基本的に吉本興業に、800人ぐらい YouTuber がいて、YouTube やってる方がいて、そのチャンネルの、共同運営を、UM と、やっていくっていう風にまずなったそうです。なのでこれからますますですね、この吉本興業の、タレントさんたちがやってる YouTube が、UM のノウハウが入っていって、もしかしたら強くなるかもしれないっていうのがあって、YouTuber 側としては脅威ですし、UM 側としては、UM のタレント側としてはね、ちょっとっていう風になるかもしれないですね。あと逆に、その吉本興業側の芸能人ですね、タレントさん、お笑い芸人さんとかと、YouTuber とコラボしたりだとか、合同でね、イベントしたりだとか、あとマスメディアでのキャスティング推進っていうの、テレビにね、斡旋したりとか、多分そういう風になっていくっていう風に思うので、お互いですね、YouTube に長けたところと、テレビに長けたところが、お互い補完し合ってですね、それでシナジーを生み出すということになるんで、これね、非常にいい提携だと思います。で、もしかしたら、UM さんね、他の事務所とも提携したりするんじゃないかなと思いますね。例えば、いろんなね、他にもお笑い、芸人のタレント、事務所とか、お笑い、普通にね、芸能事務所いっぱいあるんで、そういったところと UM の提携みたいなのを加速するかもしれないですね。なのでもう、YouTuber 事務所とですね、普通のタレント事務所の垣根がなくなっていく、そういう、一歩になるっていう劇的なですね、ことだと思います。例えばバンユンさんとかも、本当にテレビに出たいっていうようなことで、UM 離れていったんですけども、そういったことは多分きっかけになってるのかなって思ったりとかしてます。で、吉本興業さんですね。テレビにやっぱ強いんですよね。なんでかっていうと、吉本興業はもともと上場してたんですけども、それを上場廃止して MBO って言って自分らで株買い占めて上場廃止して、で、その株を、いろんな各社テレビ局がね、いっぱい、持ったりとかしてます。宮迫さんの時のなんかテレビがどうこうってね、岡本社長が言ったとか言わないとかいろいろ言ったりとかなんかあったと思うんですけども、結局吉本興業には、テレビのね、株主がいっぱい入ってるんで、そういった意味でね、テレビの影響力は強いっていうか、そのテレビ局とのコネクションがすごい強いですね。なので、UM の、タレントとかも、テレビに出始めることはできるかもしれないですね。そういったことで、お互いが弱いところをですね、補完し合うっていうところで、いいですし、逆にテレビタレントが、YouTube にですね、やってきやすくなって、それも YouTube のノウハウが、UM が提供するっていうので、結構面白いですけれども、YouTuber は、より過酷になりますね。その、素人の遊びの人はもちろんいると思うんですけれども、それから芸能人とかね、プロダクションとかいろんなところ参入殴り込んでくるんで、より市場は広がる一方ですね。ただ、競争は過酷になる。視聴者さんの時間を奪い合いになるっていうことで、そこでですね、戦っていかなきゃいけないって、僕は YouTuber 目線で言うと、よりですね、頑張らなきゃなっていうふうに思いますね。過酷にはなりますね。いろいろね、YouTuber としての目線と株主としての、ね、株主っていうか、株式投資家としての目線と、そういういろんなですね、目線があるのでですね、なかなか立場上難しいですけども、YouTuber として言うと、過酷になるなっていうふうに思います。で、UM の決算なんですけれども、もともとですね、4月14日に決算しまして、で、下方修正しました。もともと売上が下がったりとか、グッズの販売とかですね、イベントができなくなったりとか、そういったことで、下方修正してまして、売上のですね、業績が、260億円から220億円に下方修正して、ですね、利益もちょっと8億円から4億円に下方修正したような感じになっています。で、決算の内容一言で言うと、思ったより悪くないんですよね。もっと、悪くなってるかなと思ったんですけども、これ意外と良かったですね。こんなもんなんだっていうレベルで良かったです。で、売上なんですけども、この青いところはドセンスで YouTuber からの広告収入ですね。と、あと企業とのタイアップ案件と、あとグッズ販売とか、あと自社チャンネルっていうのがあって、やっぱ広告が一番あるって、でね、広告も上がってるし、いろいろ売上面は思ったよりは下がってなかったんで、タレントのやっぱ離脱とかよりかは、そこまで影響まだないのかなっていうふうに、思ったりしてます。ここからですね、コロナの影響とかでもっとですね、下がってくると思うんで、それからどれぐらいですね、効いてくるかっていうところはちょっと気になるところでありますと。
で、こちら利益に関しても、まあそんなにね、粗利も、まあちょっと売り上げがね、飽和しちゃったりとか、まあ頭打ちになってるように見えるかもしれないですけども、まあそこはですね、ここからさらに売り上げ上がるのか下がるのかっていうね、まあ成長企業へどんどん成長曲線描いていきたいと思ってるところで、売り上げはちょっと頭打ちなんで、それはちょっとネガティブな要因だと思うんですけども、思ったより悪くなってないなっていうところは、印象としてあります。で、粗利もそんな変わってなくって、で、販売管理費ですね、経費もそんなに変わってないっていうところで、まあまあ、なのかなっていうふうに思ってます。で、まあですね、国内市場における、YouTube のですね、広告の、推移なんですけども、まあ、既存のですね、メディアはですね、2015、16、17、18、まあ、どんどんですね、テレビ、雑誌、新聞、ラジオは売り上げどんどん下がっていますよと、広告は。でも、動画市場の広告はどんどん推移が上がっていってて、まあ、2020年3000億円で、2023年にはね、5000億円とかまで行くっていう風に、まあ予想されているようなので、まだまだですね、YouTube の、市場がどんどん広がっていくっていう風に考えてます。広告の市場ですね。なので、どんどんですね、その既存のメディアから、YouTube に流れてくるっていうのはすごいあると思います、広告費が。今まだまだチャンスはね、拡大中で、どんどん過酷になっていってるっていうようなレベルで、まあどこまでね、僕らがYouTuber 目線から言うと食いついていけるかってね、ただのね、素人 YouTuber みたいなね、ところが、まあ、自分の場合ね、素人 YouTuber というか、まあ、投資家としてやってる、投資家がどこまでいけるかっていうのはね、ちょっと気になるところではありますけれども、まあ、まだまだ言ってるところで、まあ、UM 自体もね、今ちょっと下火にはなってるんですけど、この提携をきっかけに、また巻き戻しするのがね、で、まあ、芸能人の、タレントとかもね、どんどん離脱しなくって、さらにこう、下から、広がっていってですね、ここを乗り越えていったらもっとですね、株が上がったりする可能性もあるのかなっていう風な感じはします。ということで、まあ、まとめなんですけども、まあ、まずまとめの前に、株式投資とかね、勉強したい人は株式投資の基礎っていうのね、ぜひ見てみてください。あと、もし不動産投資とか興味あれば、再生リスト不動産投資やってるんで、ぜひよかったら見てみてください。あと、サブチャンネルでですね、今日たまたまなんか UFO がですね、国防総省がですね、公開したっていうの動画をサブチャンネルでやってるんで、これも詳細欄貼っとくんでよかったら見てみてください。ということで、UM のまとめなんですけれども、UM にはですね、間違いなく、まあ今逆風が吹いてて、まあタレント辞めたりとか芸能人が入ってきたりとかですね、広告が下がったりとか、イベントできなくなったりとか、まあ非常にまずい状況ではあるんですけども、まあそういうね、起死回生じゃないんですけども、その一手となるね、吉本興業さんとの提携っていうのはね、すごい資本的いい提携だと思います。お互い補完し合うっていうか、すごいメリットが大きいなっていうので、楽しみだなっていう風な感じてます。で、一方 YouTuber にとっては、まあ芸能人がね、もうバンバン入ってくる、もうノウハウも全部ね、出してでも、まあ UM 自体も生き残っていくためにはですね、テレビに行かなきゃいけないし、まあ吉本興業も多分テレビだけでは生き残っていけない YouTube に来るってことで、まあ、お互い生き残りをかけて提携を多分やってくると思うんで、YouTuber にとっては、まあ芸能人がね、バンバン入ってくる土台がもう完全にもう出来上がっちゃったなっていうところなので、まあどんどんね、こっちもともとですね、僕も1年半ぐらいしかやってないですけども、まあそういった中で、どんどんですね、入ってくる人たちを迎撃するというかですね、超えていかなきゃいけない、まあ食らいついていかなきゃいけないっていうかね、ところで、頑張っていかなきゃいけないなっていうふうに、思ってます。で、まあ逆風を乗り越えるね、資本提携になる可能性あるかなと思って、非常にですね、面白い、いいニュースだなと。まあ、UM のね、株、2年前の夏とかに買ったんですけども、その時以来なんかワクワクするような報道ですね。まあ今もう売っちゃってるんですけども、また面白くなりそうな気はしますね。まだ買うかどうかはわからないんですけれども、面白いことだと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。このチャンネルはですね、経済ニュースとか、株とかですね、役立つ情報を発信していってるので、ぜひですね、勉強にしたい方はチャンネル登録をお願いします。またですね、いつもコメント高評価ありがとうございます。役に立ったらですね、コメントいただいたり、SNS、Twitter とかでね、シェアしていただいたりとかすると、嬉しいですし、またですね、友達に、教えてもいただいても嬉しいです。またですね、Twitter でつぶやいたりとか、インスタ、Facebook ページ最近やってるんで、詳細欄からよかったら登録してみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。いや、UFO ね、すげえわ、UFO 国防総省、ついにね、はーってね、ちょっと UFO 動画見てみてください。ウェイ。